おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、キャンプに来てます。ということで、今日はギターに使う木材を使って、スモークをしたいと思います。で、今ローズウッドとかメープルとか、今日いろいろ木材持ってきたんですけれど、それをですね、実際にスモークのチップに使ってどれが一番美味しいか、それを検証したいと思います。一応メープル行ってマホガニ行って、ローズウッドがね一番香りが強くつくと思うんですよね。美味しいかまずいかは別でどっちに転ぶか分かんないんですけど、で最後にエボニーですね。エボニーはねちょっとねなんか嫌な予感がするんですけどね。最初にじゃあメープル行ってみましょう。おっとすごいなこれ。色づき方がすごい。すごいね。こうやってだよ。あーなんだろうこれ、色づき方がすごいね。かまぼこの色がすごいことになってます。どうしましょう。あれ、いっぱい指が出てる。あ、ついてない。まだ食べてるな。いや、ついてない。あーなるほどね。どうそこの YouTuber。あれなんかしまったよ。全部スモークしてから実食したいと思います。お父さん、頑張れ。頑張れほーい。中で遊ぶの？いってらっしゃい。でも多分汚いんじゃないですかね。うわーまたこんなになってる。あーマホガニーか。これマホガニーかな。正直な音みたい。次はじゃあエボニーいっときますか。ローズが一番ね匂いがつきそうなんで、ちょっとエボニー次はいっときます。何これ。これ、これはかまぼこ。いっぱいうわでも、あーエボニーね。僕も捕まえたいな。なんかだいぶどれも同じ匂いに感じてきたな。じゃあそろそろさ、お肉焼いてって言わない？お肉焼いて。確かにそろそろなんか。でもまだできない。では最後しちゃってローズウッドいきます。初めてなの。なんかジャンプ台みたいなのがあるけど、飛び込み台？誰もいない。ね、誰もいなかった。入れたければそこにこういうこと入ってこれローズだ。ローズウッドの匂いだよ。そりゃそうだ。ローズウッドできました。あーこれローズウッドだわ。はい、ようやくスモークができました。ローズウッドに、マホガニ、それからエボニー、それとメープルですね。
これからじゃあ実際に、食べてみてどれが一番スモークに適している材か実食したいと思います。どれからいこうかな。まずね、一番予想としてはローズウッドが一番ね香りが強いので、これが一番ね吉と出るか凶と出るかなので、これ一番最後にしますね。ということで最初はマホガニ食べてみたいと思います。なんだろう、なんかこう火事で焼け残った後の食材みたいな、そんな感じです。ちょっとお口直しにビールを。じゃあ次エボニー行ってみます。これもね多分ねいきます。エボニー黒炭ですよ、黒炭。はいはいはい。さっきのマホガニーに比べると明らかに黒炭っぽい、ちょっと焦げ臭さが増したというか、まあでもおすすめはしないです。これも火事で焼け残った食材で、ちょっとお口直しにビール。じゃあ次メープル材いっときます。多分ねこれはね美味しいと思うんですよ。実際に作業しててもそんな変な匂いはしないんで。酸っぱい。これは明らかにメープル材でスモークをするとすごく酸味が効いてるスモークになります。メープルはなんだろうな、食材によっては合うのかもしれないですよね。最後吉と出るか凶と出るか、ローズウッドです。ローズですよ。確かに普段作業してて一番匂いがきついのはローズなんですよね。で指板修正とかやってるとローズがすごい匂うんですけど、まさにこの匂いです。ただまあ美味しいかっていうとまあ微妙かな。はい、いかがでしたでしょうか。今回ローズウッド、それからメープル、マホガニー、それとエボニー材を、試してみました。やっぱりね最初の予想通りローズウッドは非常にまずくなるかもしくは美味しくなるかどっちかだと思ったんですけど、まあまあローズウッドいけますね。全部かまぼこでやってみたんですけれど、一番ねやっぱりねダメなのはマホガニーとエボニーです。これはね本当にもうさっきも言った通り火事で焼け焦げた後の食材ですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。なんでそんなびしょびしょになってんの？意味がわかんないんだけど。